皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は正直な感想としてまた中国かと思ってしまった情報について触れたいと思います。あの国はあらゆる面で反面教師となってくれており、私は中国ウォッチを通していつも勉強させてもらっていますが、一方で私たちに悪影響を及ぼすものも多々あり、いい加減にしてもらいたいとも思っています。そしてそのご迷惑な話の多くは日本のメディアが大きく取り上げないので、日本人の中でもその問題の大きさを認識できている人が少ないというのが日本が抱える問題の一つです。ということで、この動画では、1、食糧危機を誘発する中国の事情。2、異常気象と食糧生産。3、私たちは何に警戒しなければならないのか。という流れで話を進めていきたいと思います。今回の動画を通じて視聴者の皆様方にお伝えしたいことは、近々で私たちにとって食料安全保障の観点から危機が迫っているということと、その原因が中国から始まっているということです。中国の文化、習慣、思想、価値観をある程度知っていてもその行動を予想することは難しいのですが、少なくとも過去に起きた事件や現在進行形で行っていることを知ることは身を守るため、国を守るためには必要だと考えています。このことは日本に住んでいる外国人全般にも言えることなのですが、特に日本国内に住んでいる中国人の人数はなんと76万人もおり、さらに増え続けているという事実を知らなければいけません。隣人を知ることは非常に大切なことだと思いますので、この機にアンテナを張るようにしていただけたらと思います。そんな感じの内容になりますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、今回取り上げる食糧危機について、こんなパターンでも食糧危機が起こりうるんだという話なのですが、それはどんなことにも原因があり、その原因を探るために遡ってみると些細なことから問題となるような結果につながっていたということは普通にあることだと思います。しかし、何も起きていないと思われるときに、大きな問題となりそうだと警鐘を鳴らすことは、通常考えすぎだとか場合によっては陰謀論者だとか言われるのが今の世の中です。特に食料安全保障を考えたときにグローバル化が進んでしまったことで、地球の裏側で起きた不作が日本の物価高につながるということが、あらゆる産業において起きるようになってしまいました。食料安全の観点からすると、日本の食料自給力というのは情けない限りであり、その原因は政府の政策が農業や畜産業を衰退させていることにあります。一方で食料不足による食料危機に警鐘を鳴らしており、その解決策としてコオロギを食べさせようとしているといったような狂ったことを真顔で展開しています。よく恥ずかしくないなと思ってしまいます。話を戻しますと、中国もここ数年国家を挙げて食料安全保障に対しての取り組みを強化してきました。この動きは戦争勃発に備える動きであるという可能性もありますが、異常気象による農作物の不作が原因となっています。中国は今、あらゆるセクターで多くの試練を突きつけられています。例えば、農作物に関して言えば中部から南部では洪水やバッタ被害が、北部では異常なまでの干ばつが農作物を襲っています。農林水産省のデータによりますと、主要小麦生産国はご覧の通りで中国は2位となっていますが、単独国で見れば中国がダントツ1位となります。そして消費量についても中国は1位と言ってよいでしょう。ところが、その中国が今年に入って異常と言ってよいほど小麦の輸入量を増やしているのです。こちらのデータを見てみますと、2022年4月と比較して2023年4月の増加率は実に 1.5 倍以上になっています。特に今年は小麦の収穫時期に大雨に見舞われたことによる品質低下、収穫量低下があったことに起因しているようです。中国による食料の爆買いというのは今に始まったことではないのですが、問題は世界規模で小麦の生産が落ち込んでいるということです。まず1位の中国ですが、先ほど言ったように大雨と大干ばつに襲われています。このことについては後ほど補足いたします。2位のインドでは、3月に主要な小麦生産地が雹の嵐で大ダメージを受けています。4月には強烈な熱波にも襲われ収穫に影響が出ています。3位のロシアは小麦の穀物輸出協定を再度停止することを検討しており、先の見通しは暗い状態です。4位のアメリカは1957年以降で最低の収穫量ということです。これは直近2年間の干ばつが原因となっています。
5位のフランスも過去最悪の干ばつに襲われ収穫量の激減が起きています。6位のウクライナは戦場にもなっていますし、作付け時期に作付けができないという状況もありますが、先日の報道にあったようにダム決壊による洪水などで多大な被害も出ていますので、収穫量は半分以下に落ちることは必至でしょう。7位のオーストラリアでも干ばつの影響で収穫量が減少すると予想されています。8位のパキスタンは2022年は干ばつと大洪水によって被害を受けておりますが、4月の2日間連続で気温49度を超えるという異常なまでの熱波に襲われており、小麦収穫に影響は出ることは間違いなさそうです。9位のカナダでは山火事で地域的に太陽光が遮られている関係で農作物に影響が出ることは間違いないでしょう。10位ドイツも他の EU 諸国と状況は同じとみられ、干ばつによる収穫減少は確定的だと思います。どうでしょうか。これらの状況は今年から徐々に影響が出るのか、それとも一気に品不足による高騰が始まるのか分かりませんが、パスタで言えばポポロの7束入りのものがドン・キホーテで175円で売られていましたが、4月、5月で300円弱にまで値上がりしました。もちろんまだ安い製品はあるのですが、値上げは起きてくるでしょう。もし小麦が貴重品になってしまったらどうなるのでしょうか。小麦が原料とされる食品の代表的なものといえば、1、パン、2、麺、3、菓子、4、プレミックス、5、パン粉、6、オフなどがあります。プレミックスとは、家庭で簡単に調理ができるように、あらかじめ小麦粉などの粉類に糖類、油脂、脱脂粉乳、卵粉、膨張剤、食塩、香料などが配合されたもので、ホットケーキ、天ぷら粉、お好み焼き粉、ケーキミックスなどがあります。こうして改めて小麦の使用頻度を振り返ってみると、もしこれらの供給に支障が出たら大変なことになると思いませんでしょうか。ラーメンも貴重品になるかもしれません。まるで銀河鉄道999みたいですね。それは極端な話として、まず小麦を原材料にした製品を製造している企業は大ダメージだし、かろうじて手に入ったとしても日本の消費者は価格高騰によってダメージを受けることになります。そして考えてみれば、異常気象というものの影響は何も小麦だけではありませんよね。米もそうなるかもしれません。日本の場合特に深刻で、米作農家が採算割れで米作りをしなくなりつつあるという事実です。これはもちろん政府の悪政によるもの以外の何者でもないのですが、それを止められない世論が形成されないことも問題です。政治家はある程度世論の後押しがなければ動きませんし、動けません。我々有権者の声を代表しているわけですから、その私たちに問題意識がないというのはもはやお手上げでしょう。だからこそ、こうして動画にて情報発信しているわけですが、一人一人ができることを今一度考えて行動すれば必ずや良い方向に進むと思います。自分でもできることというのは今や方法はいくらでもあります。問題と感じる記事に対してツイートするとか、フォローするとか、自ら発信するというのもありでしょうし、内閣府にメールをするのもいいでしょう。地元議員にメールしたり、選挙事務所に出向くのも良いのではないでしょうか。今回異常気象による農作物への影響から食糧危機のリスクが高まってきているということについて情報をシェアしましたが、グローバリストたちが推し進める二酸化炭素による地球温暖化プロパガンダに乗っかってはダメです。地球の営みを口実に金儲けを企んでいるだけですから、科学的に物事を判断した方が良いと思います。彼らのプロパガンダによって今後炭素税が課税されるようになります。もうほとんど詐欺です。牛のゲップが地球温暖化に悪影響を及ぼしているからと数万頭レベルで殺処分しているくらいですから、増えすぎた人間が呼吸しているのも原因だとも言いかねない理屈です。すでにそう考えて人口を減らすことを実行しているのかもしれません。話を戻しますと、冒頭で中国が食糧危機を誘発させているということを言いましたが、食料安全保障において自国の農作物が不作になった場合、輸入量を増やして対応するのは当然ですからそれはいいのですが、中国の場合、南部で起きている洪水被害は人為的なものが多大にあるということ、北部の干ばつに至っても森林を伐採し農地を作れという政府方針により、雨が降っても地盤に保水能力がなくなっているということも原因となっています。南部の洪水については過去に動画を作成しましたので詳細は割愛しますが、ご興味ある方はぜひ概要欄からご覧ください。私たちが中国の政治や事件などの情報に注目しておかなければならないのは、利益のためなら何でもするという文化が事実としてあるわけです。
実際起きていることは私たちの想像をはるかに超えたものなのですが、何も知らないでは対策しようがありません。結局は自分の身や家族の身を守るためには情報収集をしないというのは致命傷となります。今現在あらゆるものの価格が高騰していますが、今回取り上げた情報だけ見ても価格高騰はこれからが本番だということが予想できます。その対策は真剣に考える必要がありますし、特に経済的にゆとりがない方は知恵を振り絞って収入を増やす方法を考えた方が良いでしょう。すぐできることと時間をかけなくてはならないことを分けてすぐ行動する必要があると思います。あらゆる分野で当たり前であったことが崩れかけています。これらの変化に気がつかない人というのはその場になって慌てふためくことになるでしょうし、懸念されていたことが起きなかったとしても生きる力、対応能力が備わったという何にも代え難い力を得たことになりますし、食料備蓄においては災害国日本に住んでいる以上向き合わなくてはならない防災対策にもなりますから、無駄など全くと言って良いほどありません。ぜひ皆さんも情報収集には優先順位を置いて、さらに情報発信してほしいと強く思います。それができればろくでもない計画を阻止できます。いかがだったでしょうか。毎日仕事や家事に忙しい中、情報収集をするというのは本当に意識を上げないと難しいと思います。そのような時にこのチャンネルのような情報発信をしているメディアを利用するのは時間短縮になるのでかなり有効だと思います。私自身こうして動画を作成するにあたり、なんとなく知っていることを実際に情報として発信するとなるとその裏付けを取らなければならないのですが、その作業が想像以上に時間を要します。しかしその行為が自分自身の知見を広げるためにはプラスになっています。日本のテレビ、新聞がまともに機能しているのなら問題ないのですが、それらが発信している情報に触れることはメリットはほぼないと言っても良いと思います。もちろん中には CBC ニュースの大石アナウンサーによる流行り病と注射についての取材番組もあり、有益情報をいただくことができています。しかしこれはかなり希少な存在だと思います。ぜひ皆さんも自分自身や家族の身を守るためにも情報収集に時間を割いて、自ら考える力を養っていただきたいと思います。私もますます精進していきたいと思っています。この動画が皆さんの今後を考えることにお役に立てればと思います。長いお時間お付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。